おー、気になるもん。なんかパッと見2021年って当てにいったら当てにいってるし、100年前から流行ってるやつ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日がもう12月の24日。撮影してるのがクリスマスイブですね。何をやってるんですかね。もう年末ですよ。もう年末。もうこれ今週入ってから俺何回も言っちゃってるんだけど、もう年末なんだけど、このメンバーで年末といえばなんで集まったかわかりますか？なんでしょう。なんだろうな。わかんないな。怖いな。これはですね、年末、去年やった年末トップ5のメンバーで今回も集まってますね。はい。ありがとうございます。1年ですよ。いや、あっという間に1年経ちました。で、去年は個人個人の2020のトップ5を発表して、お互い喋るっていう内容だったんだけど、そんな中で2021年、つまり今年、去年の時に今年の流行るトップ5を発表した人が一人だけいたんですけど、誰だろうな。そんなやついたかな。まあちょっとこれだけ俺やりたかったから一回やっていい？じゃあちょっと去年の映像見てみようか。じゃあちょっともうみんな2020年ねちょっと理解していただいたんで、逆にこの人はねこちらなんいきなり来ました。2021年はこれが来る先取りランキングトップ5。ランキングっぽい。言ってますね。しっかり言ってましたね。しっかり言ってました。なので今年はその桜井さんが予想してくれた2021年これが来る先取りランキングが実際に正解だったかどうかの答え合わせと、さらに2022年これが来るランキングを発表してもらう回に。つまりこれはじゃあ年末特番ってことですか？年末特番。なるほど。それは年末特番よ。なるほど。なので早速これが去年桜井さんが発表してくれた2021年、2020年に予想した今年これが来る先取りランキングですね。これですね。これですね。ちょっと覚えてます？僕はすっかり忘れてましたね。なんかそうだね、こんなこと言ってたかもね。あれですよね、順番を間違えちゃったんですよね。いきなり間違えるっていう。この矢印が去年のままですね。そうですね。なので次回はこっちから5位ですね。5位が5位、4、3、2、1ですね。そうですね。そうですよね。じゃあこれ一個一個本当に合ってたのかどうかを解説、桜井さんを含め答え合わせしていきましょう。早速これね、サスペンションシートポスト。これは来ました。これ来ました。大丈夫です。どうです？確定。ね、反応はありました？なんなら見てないっていうのと、でも3日前ぐらいにケンクリークのやつ入荷してきて、なんなら来年なのではって。なるほどね。確かにこの時にもうすでに在庫あんまなかった。なるほど。先取りしすぎちゃった。そうだね。入荷待ち。オンラインストアはどうでした？いや、どうかな。ちょっと今んとこまだ。ちょっとまだ結果が出てない。ちょっとそうっすね。なんかいい感触はまだちょっと得られてないんですが。まあ高額ですもんね。まあね。確かにね。っていうのもあるので。じゃあこれはじゃあちょっと5位だったら正解みたいなことですね。まあいきなりちょっっと怪しいな。先取りしすぎて。確かに。はい。じゃあ次いきますか。キックサンドね。キックサンド。カッコ片足。これは大きいですね。カッコ片足は。フレッチャーじゃなくてグリーンフィールドってことですね。そうですね。うちで言うと。そうですね。これはね。めっちゃつせた。めっちゃつせた。めちゃくちゃ来ました。めちゃめちゃつせた。そうだよね。相当来てる。特になんか下半期とかはもうこっちの方が多かったんじゃないですか。マジで。いや確かに。ね。理由としてはどう思います？見た目がちょっと日本足よりスッキリするのと、重さが軽い。あと価格です。価格安いし、そうだね。これさ多分リベンデルユーザーとかさプレッチャーつけてるじゃない。で2本足じゃない。で片側に2本畳まれるじゃない。太いタイヤつけるとさ引っかかるの分かる？ブってなるやつ。ブってなるやつ。それがなくなるよね。だからプレッチャーからの
付け替えなんかも多かったりとかする。確かにそうなんだ。確かにそうですね。タイヤ太くしたいんだったらスタンドも変えなきゃいけないんですよっていうね。あともう値段が3分の1ぐらい出ちゃってますね。じゃあまあこれは流行ったんですこれ流行った。これが1位でもよかったぐらい。それが間違いじゃない。あれこれが1位でもよかったぐらいですか。そうですね。はい。じゃあ次がサイドミラー。サイドミラー。サイドミラーこれ多分なんかあれか、プッシュ&ミラーかなんかの大きいやつね、多分なんかちょっと分かりやすく紹介させていただいて、で実際にはまああれ全然全然ね、からっきしで、であれか、あれです。ジルベルソ、オフランス戦、オフランスのね、そうだね。あれね、よくまあ売れましたね。あれはなんかね、そうですよね。店頭でもよくお買い求めいただいたけど、オンラインストアでよく売れたんじゃないですか。通販ですごいそう買っていただいて、まさかねあんなかっこいいですもんね。かっこいいですし、かっこいい。きちんとレザーだし、あと見えるって最初ちゃんと見える。これ見えるの？意外とねちっちゃくてね。あれ入れない側のさバーエンドもしっかりちゃんとしたやつついてくるの。それがめっちゃかっこいいよね。反対側のそうね。ただあれこれ最後プッとはめるじゃないですか。はった時に自分の顔が映るとちょっと笑っちゃう。つけてる時に顔がこうつけてる自分の顔がまず見えるっていう。これはあれじゃないですか。めっちゃ売れたんじゃないですか。そうだね。そうサイドミラーって大きなくくりだったらで言ったらね売れたんじゃないでしょうか。早速2位、次は2位になるんだよね。そうだね。これだね。トリプルクランク。これはもうこれも売れました。これも売れましたね。つけまくったよね。個人的にはあんまりあれ気がするけど。トラックバイクとかまあ亀山店はもうあれか鬼のように使う。動画もあったかもしれないけど。そうね確かに。そうトリプルクランクをダブルで使ったりとかシングルで使ったりとかってことだよね。っていうのも含めてめちゃくちゃ使いましたね。普通にリベンデルでもサーリーでも。デザインもねシンプルだから。シンプルでそうです。何にでも合わせれて。これはもうめちゃくちゃもうここ結構ね当たってんじゃないですか。当たってると思う。この辺ってさオンラインストアで売れるんですか。僕はそのオンラインストアの売れるがちょっと僕わかんないんですけど。いやもうトリプルのクランクでシンプルなやつとかないですから。そう結構ありがたく使わせてもらってるよみたいな嬉しいお言葉を。例えば動画みたいにナローワイドのチェーンリングと合わせ買いする人とかもいるの。それはそんな。そうだね。まだそこまでは。本当にトリプルクランクとして多分買われてるんだよ。人たちがいると思う。多いと思う。普通になんかねないから多分ありがたいんじゃないでしょうか。なるほどなるほど。はい。じゃあ堂々の第1位に発表してたのがビンディングペダル。ビンディングペダル。どうでした？どうだったんですかね。僕結構それこそソリューションそうだね。なんかちょいちょいつけさせてもらってたイメージありますね。ソリューションが入荷してもう1年経つんだね。そうですね。それってソリューションがそうです。ソリューション出たタイミング確かにまあそうかっこソリューションみたいなもんだもんね。そうだね。もう早い。そのタイミングだね確かにね。なんかオールシティのスーパープロフェッショナルと結構相性良くて、なんか感謝につけといて、そしたらお客さんがこのペダルと相性超いいじゃないですかみたいな感じで納車したっていうのもなんか僕的にはすごい印象的なので。片側もねフラットペダルとして使えるから気軽に踏めるから。でよく考えたら2021年はって言ってるともうビンディングペダルなんてもう10年前からやってるでしょ。その時も多分言ってるオチみたいな。オチみたいな。これはあれオンラインストア的にもまあぼちぼち知ってたみたいなやつ。そうだね。まあこれからまたこれから売れといていただけると。なるほどなるほど。期待ですねまだ。期待して。はい継続で。じゃあまあどうです？勝率で言ったら。まあ8割。そう8割ぐらいは。そうだね。当たってましたね。いくつなんじゃないですかね。さすが。はい。ちょっとまあ半ばちょっと推しも入ってますけど。この辺とかだってサプライさん自分で使ってるから。そうだね。押してたもんね。サプさんのバイク見てこれ使ってる人初めて見た。確かにカタログでしか見たことないやつだったから。そうですね。あと金子さんね。金子さんも使ってましたわ。サスペンションシートボス。じゃあまあじゃあ8割ぐらいは当たりましたねって言ってもいいですね。じゃあいいと思うんですけどどうでしょうかね。まあよかったんじゃないでしょうか。最後さっぱりした。ありがとうございます。よかったです。でじゃあ2021年を踏まえて来年ですね。来年寅年らしいよ。寅年だよね。寅年だ。寅年ですよね。じゃあ寅年の2022年
はいはい来年もオリンピックあるからね。そうなんですね。そう忙しいな。忙しいだったマジで。じゃあ先取りランキングベスト5発表してもらいましょう。はいこれちょっと気になります。これそうですね。あ、やばい。はいダラン。ダダンなんか落ちたし俺らが見えない。はい、これですね。なるほど。気になるもなんかパッと見2021年とか当てにいったら当てにいってるし、100確かにね年前から流行ってるやつ。もっとね、もっと古くなっちゃう。ツッコミどころはありますけど、じゃあちょっと今回は間違ってないので5位から見てみましょうか。そうですね。はい。じゃあまずはこれね、カラーアウター。カラーアウター。アウター。アウターっていうのは色物のアウターっていう。ブレーキのそうそう、ブレーキとかシフトブレーキとかこうフレームにこう貼ってやつね。あれのまあ色ついてるやつ。なるほどなるほど。そう普通さメカニックとかだとまあね結構こう合わせにくいからかなり敬遠します。まあまあそうですね。お客さんは結構ね色入れたいから。そうだね。割となんかちょっと色入れたいんですよねっていうところで、まあ最後の手段というか、まあ値段もそこまで上がらずに気軽にね入れられるから。最近のなんかあれまあほぼクラストだけど、クラストのバイクでなんかこうねまあアルマイトのパーツとか結構まあ派手なグリップとか入れたりするじゃん。紫とかねピンクとか。それに今の青いのとか日製の紫のやつとか入れてるのがなんか意外とこうバシッとそうですね。はまるとかっこいいんですよ。そう違和感なくてで多分ブラウンのスタッフはみんなねクラストで結構やってるのかな。そうですね。そうだよね。そのイメージがそう最近やってるバイクがすごいかっこよくてなんか意外と今までもう本当食わず嫌いだったんですがそうカラーアウターちょっと可能性をそう今感じています。なのでちょっと積極的にトライしていけるもんならいきたいな。ロゴの色とかにちょっと合わせるとそうグリップとかねそうコラムスペーサーとかそれぐらいでやってあげるともしかしたらいい感じの化学反応が起こるかもなみたいな。補足するとね、桜井さんはオンラインストアのスタッフでもあるんですけど、ブルーラグのねバイクカタログのカメラマンほぼ一人で3店舗一人で撮ってるんで、そういうね細かい写真のディティールとかの気づきがねあるかもしれないですね。そのねアウターの色これかっこいいじゃん。いろんなとこ見てるんでちょっと日線ですよね僕らのお店でいうとね。そうだね。クリアものさっき今ちょっとシマノのブルーとかって言ったけど、よく使うのだと日線のクリアのものも使うよね。ちょっと透けてる方がまあ馴染みやすいというかと思います。じゃあ次4位はいバッシュガードね。バッシュガードこれもあれじゃないですか。詳しくない人馴染みないんじゃないですか。確かにね。ご説明いただけると。前が何枚2枚とか3枚とか1枚とかいろいろありますけど一番外側にね輪っかみたいな輪っかみたいな紀元山みたいなやつね。そう紀元山みたいなやつをギャッてかませてあげるとまあチェーンリングでねフロントのチェーンリングが裾にかまなかったりとか。まあスカートとかもそうだよね。あそこにまあ汚れないようにとか巻き込まないようにためにつけるなんかこうチェーンリングガードって言いますねよくね。そっちの方が伝わりやすい。チェーンリングガードの方がそうですねダイレクトですね。確かにまあ今もうすでにねさっきのトリプルクランクの下りでまあうちだともう本当によくつけておりますけどなんかついてる車体の写真が出てくる。出てますかね。何枚かこんな感じでねそうついてるわけですがこれもだってそうですよね僕らわざわざ作ってますよね。オンラインストアにも並んでますよね。並んでますもちろん並んでるしなんならこの間ブラックも出ました。出ました。ブラックが意外とレアですよね。そうねないよね。シンプルなやつね。メーカーものとかだと結構レーザーとかでこうなんかロゴ入ってたりとかねするけどそれがまあまっさらなやつしかもなんか肉抜きしてあるのとしてないのでまああれか PCD とかと大きさとかもすごい選べるのですごい使いやすいかなと思います。あと実際僕もねバッシュガードまあ使わんだろうと思ってたんだけど最近トリプルクランク使い始めてまあそう一番外側にねちょっとはめると結構いい感じに収まって。トリプルクランクの場合はミドルインナーミドル残しでアウター外してバッシュガードって感じですか。そうですね。多分それが一番ねチェーンラインとかもねうまく出るのでそんな感じで使ってもらうとこれもねやっぱ自分で実際使ってみて
僕結構ちょいちょいお客様には使わせてもらってて、あ、いいんだなっていうのを僕もじわじわ感じてたところなんで、見た目もなんかちょっと慣れてきたんで全然おすすめできます。確かに当てに来てるじゃないですか。当てに来てますね。なんかそう紙馬だと結構やっぱ取り付ける方多かったりとか、あとは単品でそのご購入希望される方多いんで、単品で、じゃあ嬉しいね。なんかその必要だと思ってた方々に届いてる感じがしてね、単品で買っていくってことは。3位、はい、じゃあこれはちょっと冒険してんじゃないですか。そうだよね。ちょっと攻めます。3位だからね。意外性が急に一回ちょっとね。そうですね。ワンパン入れとかない。甘いの食べてちょっと辛いのしてコースターブレーキ。コースターブレーキね。そう。これはでも馴染みある人いないんじゃないの。これ大丈夫。多分メカニックのね特に方々は皆さんちょっと大丈夫かみたいな、それ流行って大丈夫かって思ってると思うんですが、うちはもう去年というか今年か、直近でね、なんかほらライトニングボルトとか、あとフロリダマン、これもクラストになっちゃうけど、で結構使ってたりとかね、そのリアブレーキこううまくね長さがこう合わなかったりとかする時もあるし、そうね、見た目がね、そうなんかこうピーチクルーザーみたいなね雰囲気でかっこいいと思って、やっぱリアホイールこれで組みたいなって方出てきちゃうかな。これただクラストとかに組む場合は結構純正のまんまだと使えないことが多いんで、ちょっと作業的にはプラスが出ちゃうんですね。さらにちょっとあれだね、めんどくさいんですよ。軸の長さをフラリーダマンで伸ばさなきゃいけなかった。確かにね。ずっとシマノとかは作り続けてますよね。なくならないですよね。だからどっかに需要があると思う。アメリカとかでも結構西海岸の方でコースターブレーキのマウンテンバイク、昔のビーチクルーザーとかを今のパーツでマウンテンバイクっぽく組んでみんなで乗ってるライドとかもあったりしますね。今年のナーブスじゃないか、なんかファルコなんか全部エンビーでコースターのハブで組んでるでしょ。エンビーリムでコースターハブで組んでるやつ、ファルコナーだったからごめん、間違ったらごめん。見たい。そう、エンビーリムでコースターハブ組んでるのが見ました。マジで意味わかんないな。それは真似できないですけどっていう感じで、やっぱ文化としてね、向こうの人はあるのかもしれないですね。日本より馴染み、そのスポーツバイクとか遊びの自転車でコースターブレーキ使うっていう文化が根付いてる気がしますね。あと一応ね、ちゃんとその法律的にというか、そうね、きちんとちゃんとブレーキとしてね認められているものなので、一応候補として面白いかな。まあね、オンラインストアでね、お問い合わせあってもサプライズさんで。そうです。あと一個だけやっぱ似合うバイクと似合わないバイク、それだけちょっと何でもね、何でもやればいいみたいなのはね、その他のカスタムもそうだけど、特にねこれはね一番大事ですね、そこが。ちょっと物議かもしちゃいましたね。いや次もちょっと物議かもしちゃうんですけど、フォークカスタム。これはハンドメイドってことですか？それこそまたクラストになっちゃう。なっちゃうのかな。そう、お手持ちなのか、フレームだけお持ちなのかわかんないですけど、フォークだけね別のものに変えて、それこそクラスターと荷台がついたね、カーゴフォークがすごい今ちょっと欠品中、世界中で。そうそう、ああいうなんか面白いカスタムがなんだろう、こう流行るじゃないけどね、ありましたけど、それもそうなんだけど、普通になんていうのかな、そのカスタムっていうかリペアというか補修というかだったりとか、本当古いバイクね、フォーク変えて乗ってあげようとか、そういうのもありつつ、あと単純に例えばだけど、トラックバイクのフォークにダボ付きのね、ロードフォークをつけてあげて、フロントラックをつけてあげる。なんかそういうカスタム。なるほどね。もしかしたらちょっとあるんじゃないかな。これもまさにこう自分の話なんだけど、ちょっと最近ね、ややってこれイカれた、この人イカれてんなと思ったの本当に。いい意味の褒め言葉でマジでイカれてんなと思ったんだけど、ちょっと26インチのね、黒森のマウンテンバイク手に入れました。昔のね。そう昔ね、ちょっと古いやつ。でとりあえずフォークがなかったら、で昔のやつとちょっと肩下が短かったりとか、こうねトレイルがとかこういろいろあるじゃない。なかなかね現行でいいのかなって、これはもう短いのしかないし、もうこれやべえな、組めねえわとか、フレーム買ったけどどうしようと思ってた時に、
なんかね店頭にねなんか良さげなフォークがちょっとこうコロンってこれなんか良さげなんかこう小説書けるユニクラウンのなんか昔のなんか26のマウンテンバイクフォークかなみたいなと思ったらサーリーのフォークでまあ普通にね1と8分の1コラムでまあミッドナイトスペシャルのねミッドナイトスペシャルのフォーク刺すと思わないからねそれも片下の長さとかがあってバッチリあってすごいなと思ってまさか純正かっていうぐらいいやもう本当に行かれてるそうすげえ。まあちょっとリア感知でフロントねスルアクセルっていうねちょっとおかしな感じになっちゃうんだけど、でもその時になんかもうそこだけ合ってればもう全然乗れちゃうしもう乗り味もすごいいいししかもすごいラックとかもつけられちゃうしなんなら俺今フェンダーつけるんだけどそうフォークつけるだけでだいぶ幅が広がる自分の話してここ饒舌になるすごいけどあれですよね今さらっとサーリーのフォークがってなっちゃったんですけどサーリーってアフターでね純正のフォークをね売っててオンラインストアをパトロールされてる方だったらなんか最近やたらフォークのラインナップが豊富だなって気づいた方もいるかもしれないですけどこれはもうサプライさんのあれですねそうサーリーのフォークがもうすごいもうよくできてて太いタイヤも履けるしなんかいろいろねキャンプちょバイクっとじゃあ1個だけサプライさんのその権力使ってお願いしたいのがなんだ僕がただ見たいけど高いから注文できないってだけなんだけどペーパードのワンドアップが存在するらしいんだけどちょっと注文してもらってオンラインストア並べてもらえたらありがたいあれもう一人手挙げてる人がいるあれ最前列の人あとねサスペンションフォークっていうのもあるんでサスペンションのグラベルフォークロックショックスですね。最近ねそうねスラムのエクスプローラーシリーズっていうのを俺も最近お客さんに教えてもらったんだけどあるらしくてそうです。いろいろ出てきそうですね。確かにフォークカスタムめっちゃわかるこれは言っちゃうとお二人は馴染みある？もう僕それこそ結構持ってる自転車結構変えてるの多くてエンビーも使ってるしワンダップも使ってるしあとフォークだけ純正だけど色変えるとかいいね結構こうお客様のバイクでやらせてもらって確かにそのフォークそのものを変えるもあるし色だけそれ超俺おしゃれだと思って確かに例えばサーリーとかなんかこうお気に入りの自転車をペイントするってなった時にここだけ純正の色残しとこうかなとかこっちとこっちのフォークとフレームの色を分けてなんかいいマッチングで組もうかなみたいなのを多分今出てますね多分トビが組んだ写真が多分トビが組んだであろうっていうそのフォークの色が違うやつが出てるでしょうなんか社外フォークにするのがカスタムっていうだけじゃないんでそこをちょっとサプライさんのランキングにちょっと僕がこう付随して超わかるこれマジでわかるんでウエンツもあれでしょアイブルのフォークそうだこれこそ神馬ですよ確かにそうだ逆にミッドナイトにカーボンフォーク入れたりそうだね例えば僕の場合乗ってるギークハウスの師匠のフォークを別に注文して鉄フォーク変えたりそれ言ったらねデイさんも書いてるいやそんな僕の話はもうそうです同じ色塗ってたよ僕の話はそうフォークカスタムは熱いですねやっぱり熱いしぜひね挑戦してもらいたいっていう気持ちがなんかさ俺 RPG 好きだからさフォーク変えるとさなんか伝説の装備揃ってく感じしないねいやわかりますわかるって純正のものはまだ持ってるそうちょっと強くなってる確かにためとかできそうためとか政権伝説懐かしいよしじゃあちょっと2位までみんなちょっと饒舌に喋っちゃったけどこれ1位ねはい1位これはさウエンツこれはもうだって150年前そう某社はね某社は150年川サドルそうですね1位はもう川サドルそうだねこれ確かもう流行ってるしもうこれからもまあ流行るっていうかただあえて言いたいってことには何かあるんですねそうですねやっぱもう今まあもちろんうちのねオンラインストアご覧になってる方もそうだしまあ普段ね通販とかまあ電車店に足を運ぶ方もそうだと思うんですよね革サドルがやっぱ今ねなかなかこうないらしいですねないしもうほんと革それ自体がもうちょっと貴重になってきてるというかなかなかこう革を使いづらい世の中になってまいりましたなのでその中でやっぱり当然ねそうなってくると値段も上がってくるってなると欲しい人も増えてくるし当然ねそれでもっと希少になってきたらどんどんなんか競争率が上がるっていうとおかしいですけどそのなんだろう
流行るっていうよりはまあこうどんどんこうなんだろうこうなんだろうねなんて言ったらいいですか。希少性が上がってくるみたいですね。変化が訪れそうですよね。そうだね。確かに。ポケモンカードと一緒っすね。そうだね。やつとかとね。自然となんかこう違いますね。レアカードってことね。そう。物は変わってないんだけど勝手にこう地面がこう上がっていく感じね。そうですね。やっぱポケモンカードって価値が変わってきますよね。そうだね。価値が革自体もあるし、革で作られたサブルっていうのも必要になってくると思うので、そうなかなか特にブルックスなんかも今全然ね。そうですね。ない欲しい。職人さんが作ってるんでね。まあそうその作れる人がとか確かに話になってくると、これが売れるとかじゃなくて、まあ改めてカワサドルっていうものの価値を再考するタイミングなのかもしれない。そうだと思います。今年初めて買ったんですよ、カワサドル。意外。初めて。意外。今まで買ったことない。今まで何買ったの？僕はブルックスです。それこそブルックス何？スイフトです。いいよスイフト買った。一緒。俺も初めて買ったサドルスイフトです。あ、そうマジか。ブルックスは B17 しか買ってない。B17 もね今。そうなのよ。いくら今。多分5000円ぐらい値上がりしたでしょ。19800円。14600円で覚えてんの。そうだね、そんなだったけどね、もう今やもう本当に。1個ブルックスの値段もまあ正直ちょっと上がったじゃないですか。ジルベルソーがの値段にちょっと追いついてきて。そうだね。そうそう、もうほぼ変わんない。そうなのでそう考えるとジルベルソー改めてかっこいいな。まあ確かに。レールもね、ステンレス化したんだもんね。手が届くところにジルベルソーが今割と来てるのかなっていう。幸いにうちは結構ジルベルソー在庫もそうね。結構あるのでぜひねここがアスピン推しですね。なんか声優の名前みたいで可愛いじゃないですか。アスミンみたいな。アスミン。ここしか分かんなかったから。カットしてもらう。アスピンなんて言いやすいじゃん。オープンアスピン。優しそうじゃん。確かに。そんな感じなので、まあなんていうかそのまあどんどん手に入れづらくなっていくと思うんですね、その状況的に。なのでまあ今のうちに買うのか挑戦するのか。ああ、なるほど。そうですね。いろんな選択肢うちだとまあブルックスはちょっと品薄ですけど、ジルベルソーとあと一応セラーナトミカ。セラーナトミカかっこいい。最近も始めたんですけど、穴開きのね、あれもメイドイン USA ですかね。そうチョイスはまだあるので。確かに。カワサドって面白いね。イギリス、フランス、アメリカでね、3社あって、全部バラバラなの面白いですね。なんか気になるものあったら、サプライズアンフにメールもらってね。やっぱフォークカスタムが個人的には確かにそうですね。これちょっとぜひ押していきたいなっていう。じゃあしっかりね品揃えしてもらって、そうですね。来年も忙しくさせてもらいましょうか。できたらいいな。はい。じゃあ僕のそうですね。ランキングこんな感じで。せっかくなんで、今日ウエンツとトミーもわざわざ幡ヶ谷店に来てもらってるので。一枚書いてますね。ベスト5だとねまた長くなっちゃうから1個ずつ2022年はこれが来るぜっていうのを2人とも1個ずつ出してもらってもいいですか？じゃあまずは僕から行かせてもらいます。ズバリドドンダダン小さめのトラックチェーンリング。なんかもう今に始まった話じゃないんですけど、なんだろうな、まあ昔からそのメッセンジャーとかが使ってるチェーンリング、結構意外とちっちゃいんですよ、見てると。46とか45とか、もう44とか43の人もいるしみたいな。っていうのも多分そのやっぱり物が頑丈なんで競輪のクランクとか使う人多いんですけど、でかいんですね。やっぱ中古で出回ってるそのチェーンリングとかがトラック用なんで50とか53とか、もう選手が使ってたであろうやつをね。そうなるともう東京のメッセンジャーもそうですし、サンフランシスコ、ニューヨークのメッセンジャーとか、特にサンフランシスコとかもう坂やばいんで、意外とバイクの写真とかも激掘りしてると、もうインスタとかこうやって見てるとおアーロンの43ついてんじゃんとか、ヴィンテージの杉野のなんかちっちゃい44だか43か分かんないけど、43のやつですよね。昔の穴肉抜き違うやつついてんじゃんみたいなので、あと最近やっぱりアーロンが出してるっていうのもあって、なんか来年来るっていうよりか個人的には前々から来てるのと、またそのトラクロとかっていうのがあったりとかで、なんか注目されてもいいのかなっていう。かっこいい、ちっちゃい方がっていう個人的なあれもあります。言い切ったで、いいね。かっこいい。だから使ってほしいです。ぜひストリートバイクにぜひって感じですね。なんかやっぱでっかいのついてるとさ、悪いとかじゃなくて、僕もちっちゃいの派なんだけど、でっかいのついてるとなんかそのなんつうの、
ドンドン感、そうワンピース感あるもんね。ドンドンカーンってこそうですね。うなんかもう一個個人的にあれ言っていいですか、もちろん大きいチェーンリングがすごい綺麗に使ってるとすげえかっこいいなと思うんですよ。レーサーっぽくて太いフレームとかあー、なるほどね。でちっちゃいチェーンリングがもう汚いオイルまみれみたいなぐちゃぐちゃな感じで使ってるとめっちゃかっこいいみたいな。確かに。それはっていうね。そんなおすすめの中でもおすすめのチェーンリングはあるの？もうやっぱアーロンですかね。うんアーロンがやっぱ使ってみて超良かった。なんかちょっと写真とか差し込んでもらおうかなと思うんですけど、先日のね、周年のね。ああそうそう。ってことかもやっぱお願いした理由もそういうのがあって、そう。それすげえこれもなんかよくねお店の撮影で試乗とかするけどアーロンなんだっけ一番高いやつあるじゃんチェーンなんだっけプロにフィールの工具ねついててですあれか乗ってるとやっぱすごいねスムーズなそうあの感じやばいなんかちょっともうずっと乗ってたいみたいなもう一周してこようかなたまに固定であれ乗るとやっぱめっちゃ気持ちいいなそうなんだ。思いますねあれね久々固定に乗りたいな。あら、で乗りましょうよ。ぜひ。じゃあちょっと43で。ちっちゃいチェーンリングで。じゃあトミーありがとう。じゃあこんな感じで。はい。これそうですね。これは来てほしい。じゃあいいですか、はい私はちょっと桜井さんの第2位と若干被るんですけど、なんだってウイスキーパーツコートウイスキー。が来年か来年。今年僕の中で来たんですよ。なるほどね。なんで来年ちょっとこれが広まったら嬉しいなっていう。これパーツメーカーだね。そうですね、QBP サーリーの親会社のオリジナルブランドですかね。ですよね。そうです。そのはず。はい、ウイスキー。まず名前がかっこいいですね。そうね、ウイスキー。はい、ちなみにウイスキーはここの K のとこ後に E が入るウイスキーと入らないウイスキーがあって、その違いはスコッチウイスキーって E が入らないんですよ。でそれ以外のウイスキーは E が入るんですって。どっちも飲み物で。どっちもこれは飲み物。そうなんだ。でこれはスコッチじゃないの？これスコッチです。スコッチ。スコッチ表記のスコッチ表記のウイスキーです。っていう超くだらない豆ね。これ豆な。これそうだったんだそうなんですよ。でまあ僕今年届いたローバイシクルでウイスキーのフォークを選ばせてもらって、まあその時エンビーの今でいうアドベンチャーフォーク、ダボ付きのフォークがまだ発表される前で、でダボ付きのカーボンフォークが使いたくて、まあウイスキーのフォークに変えてくれるかって聞いたら変えてくれて、で今それを使ってるんですけど、めちゃくちゃ調子よくて、なんかサーリーと近いところが作ってるフォークなんでめっちゃ気が利いてるんですよ。これはかゆいところに手届く系ね。めっちゃ細かい話すると、アウターがインターナルじゃなくてエクスターナルでまあそうな、それってメカニック的にはめちゃくちゃありがたかったりとか、あとはダイナモが内線で通せたりとか、まあフォークに関しては、あとはカーボンのハンドルとか。マスターシュのカーボンハンドルウイスキーだそうね。マジであれ頭おかしいですよ。ここの位置とここの位置でハンドル系違う。そうなんだな。あれすごいよね。カーボンじゃね多分できないね。あれそう金属じゃできないと思うんですよ。22.2 なんだっけ。そうここが 2.2 でここが3.2でここに 23.8 してるからあれもつくしってことだよね。これ考えたやつに相手マジすげえ天才じゃんと思って、なんかそういう誰もなんだろうな思いつかないというかうわみたいなパーツを結構だってハンドルオタクの一種も買ってたもんね。即買いしてましたね。あとあれね今となってはちょっとなかなか難しいOS のカーボンフォーク。そう OS 出てんのがマジでカーボンフォークだね。大体そうだよね。末広がりになっちゃうもんね今ね。セーバーのね。そうだね。そういうちょっと大きいブランドとかがもう作らなくなっちゃったものとか、作らないようなものを意外と作ってくれてるっていうのが個人的にとっても好きなブランドなので、これシルバーのハンドルも好きなのよ。アルミになっちゃうから。そうナンバー6だって。ナンバー9か。ナンバー9はカーボンか。ナンバー7か。ナンバー7か6か。そうカーボンと同じ形のアルミのそうアルミがあって、シルバーっていう選択肢があるから。そうですね。最近のハの字型のドロップハンドルで、まあ
アルミとカーボンが選べて、で、まあ、個人的にはあのハンドルの形もすごい好きなので、もうこれはもうトミーさんと同じ個人的推しがまあまあまあでもまあそういうのが欲しいからねみんな。そう流行らしていこう。流らしていきたいですね。僕もすごい好きだし、すごい好きで、それこそミッドナイトの純正フォーク、デスフォークからこのウイスキーのカーボンフォーク、めちゃくちゃかっこいいよね。あれめちゃくちゃ変えると超かっこいい。カーボンはちょっとウイスキーでちょっと。そうですね。カーボンフォークはウイスキーでちょっと皆さんカーボンフォークエンビーだけじゃないんだよっていうのを以後お見知りおきをお見知りおきをっていうご紹介ですね。スコッチ表記。スコッチ表記。わかりました。ありがとうございます。はい。今日はねこんな感じであれですね。皆さん年末は何するんですか？年末はもちろん自転車乗ります。これ本当にありがとうございます。ありがとうございます。いろいろちょっと企んでましたね。なるほど。それもバ楽しみーナー買ったりとか。いいですね。いいっすね。じゃあ来年はもしかしたらねそれ関連のランキングになっちゃうかもしれない。なるほどね。こいつ変わったな。それ関連で言うと俺去年買った去年買ったスキーに行きます。あ、そうだね。ステーキ食べてたそうで。おー、いいですね。サブラさんはどっかなんか箱根でもじゃあ。どういうこと？わかんない。あ、じゃあ近場にね。じゃあ。そうですね。ランキングでは今年行った楽しかった場所。好きな温泉ランキングベスト。好きな温泉。来年もやるんだ。それ聞きたいな普通に。でそんな感じでね、はい今日はみんな集まってもらってありがとうございます。はい多分ありがとうございますそうね。今年もお世話になりました。はいお世話になりました。来年もよろしくお願いします。はいよろしくお願いしますお願いします。良いお年を。はい、お年を。またね。